深野俊明是一名禅僧，也是日本国宝级的枯山水大师。最近，他花了近20年改造的一座百年古寺终于完成。いろいろ試行錯誤をしながら、構想そのものは20年かけて、で工事は7年半かかりました。手をつけた敷地の面積がだいたい6000平方メートルぐらい。这一带50-60年前是田地，零星几个农户。随着住宅不断的建起来，山、田地、稻田都没有了。深野俊明认为，传递地区的历史是非常重要的。できるだけこれを残しつつ美しい芸術的な空間を作っていくか。ギチギチに施設を建てるんではなくて、周りにゆとりを持って建物を分棟って言ってね、分けて建てて、それを廊下でつなぐような形を考えました。それから建物と建物の間にもその緑が庭が入り込んでくるような。从主路走到寺庙150米左右，设置了3道门：中门、山门、中阙门。每穿过一道门，空间变得豁然开朗。穿過中阙門就到了本堂。今度はですね、宋の時代の建て方であるけれども、そこに日本化して、構造材は全部樹齢でいうと650年ぐらいのものを使ってるんです。この建物が最低500年は持たせようと思って考えてますから、香料というものがあるんですけど、樹齢2000年ぐらいの木を何本か使ったんです。伝統的な工法で宮大工さんとか左官屋さんとか瓦屋さんとか若い人たちにその技術を伝えようとしている人たちに実は日本全国から全部集まってもらって。东侧和西侧都建造了庭院，西侧为独坐亭，由苔藓、山石和绿植构成。东侧的静观亭设置了枯山水景观，由景观石和石灯笼构成。四季それぞれ楽しむことができるんですけども、特に秋、春は木々の芽吹きであるとか草花が一斉に花を咲かせますので、息吹を感じることができます。秋の紅葉というのはこれはまだ非常に美しくて、でも季節のいい時なんか座禅なんかするとものすごく心地がいいんですよ。庭園もどうなじませていくかっていうこと、コンクリートとかが出そうな場所はそこに石を積んで、木の手入れの仕方も建物に近いほど手の入れ方を少し入れて、奥に行くに従って周りの周辺の自然の木に馴染んでいく。本土の西側にあります大きなクスノキがあるんですが、樹齢は650年ぐらいの木なんですけれども、根の大きさ、その直径が10メートルあったんですよ。それを移植するっていうのは大変なことで、まず準備に10年かけました。日本の庭園文化っていうのは中国から大きな影響を受けてるんですけれども、その物の形とか大きさではなくて、そこに漂う空気を非常に大事にするんですよ。2020年，深野俊明在杭州天目里设计了风、水、空3个枯山水亭。ですから日本では詫びだとかサビだとか有限だとかいろんな表現があるんですけど、日本の伝統的美意識とか価値観を生かして現代建築に合った空間を作ってくると。2023年の3月で大学は定年退職して若い人と接する機会が非常に多いんですけれども、SNS がどんどん普及して人と自分をものすごく比較しやすいような社会に非常に悩んだり、苦しんで、そういうものに振り回されないようなやっぱり一つ一つ丁寧にやっていくっていうことを、心がけで仕事とか学習をし日々の生活をされたらよろしいと思います。朝は4時半に起きて戸を開けたりいろいろやって皆さんと座禅をして朝のお勤めをしてだいたいデザインの仕事を始めたりとかなんかしますね。庭をデザインする策定していくっていうことは得得した心の状態が空間として反映されていくわけですから、まさに修行の一部です。省いて省いて省いてこれ以上省けないっていうところに物事のあるいは真実というものが